30年という時間はまことに正直なものでした。毎朝6時、枕元で鳴り響くアラームの音はただの一度も私を裏切ることはありませんでした。それは一種の神聖な儀式でもありました。闇が明けきらね、夜明け、冷たい部屋の空気を突き抜けて響く、その金属音に体を起こすたび、私は自分が生きていることを、そしてこの社会の巨大な歯車の一つとして機能していることを確認していたのです。高校を卒業してからは脇目も振らずに走り続けました。貧しさは影のように長くその影から逃れる唯一の方法はただ誠実という名の狭い道だけでした。必死にしがみついた公務員試験、黄色い明かりの下で文字が目に焼き付くまで読みふけったあの夜を覚えています。合格通知を受け取った日、夜明けの空気は妙にひんやりとしていました。その冷たい空気を吸い込みながら私は決心しました。家族にだけは決してこの冷え切った貧しさを譲り渡すまいと。退職の日、同僚たちが手渡してくれた花束の香りはいつになく濃いものでした。誰かはおめでとうと肩をはたき、誰かは羨ましいと世辞を口にしました。庁舎の階段を一歩ずつ降りながら、私は靴の先に触れる大理石の質感を感じていました。もうこの硬い床を毎日踏まなくていいのだという解放感。私は心の中で静かにつぶやきました。ようやく私だけの季節が来る。ようやく自分が誰なのかを探せるんだ。しかしその期待は玄関の扉を開けて家に入った瞬間、あまりにも静かに、そして冷ややかに崩れ去りました。退職後の毎日は信じられないほど長く透明です時間というものがこれほどまでに必要にまとわりつく存在だとは以前は思いもしませんでした。朝6時、体はいまだにのりの効いたシャツを求め、靴墨みをつけ、歯ブラシを握りたがる緊張感の中で目覚めます。しかし今に出た私を待っているのは行き場のない時間だけです。静寂に満ちたリビング、窓の外を過ぎる車の音がいつもよりひどく大きく聞こえます。妻はソファーに座っている私をまるで予期せぬ場所に置かれ、多侵入者のように扱うことがあります。以前は私が家に帰ればぬくもりが灯ると思っていたのに、今では私がそのぬくもりを奪い去る存在になったかのようです。妻が床に掃除機をかけるたび、
私の足元で掃除機のヘッドがコツンと止まります。その短い沈黙の瞬間、妻は何も言いません。しかし、その沈黙の中に笑い声よりも大きな叫びが込められています。あなたはなぜそこに立っているのかという舌先まで出かかって飲み込まれた無言の非難です。私はそっと足を上げ、掃除機が通る道を譲ります。その卑屈な仕草が私の人生の成績表のように感じられ、胸の奥が締め付けられます。日本で定年退職した夫を落ち葉濡れ落ち葉と呼ぶと初めて聞いたとき、私はただの苦い冗談だと笑い飛ばしていました。秋風に舞う風情ある落ち葉ではなく、雨に濡れた歩道にべったりと張り付いた落ち葉ほうきでいくら履こうとしても離れず、靴の裏にくっついて不快感を与える存在、それが私自身であると認めるのに、そう時間はかかりませんでした妻にとって。私はもはや鬱陶しく重苦しい存在に過ぎなかったのです。新聞をめくるカサカサという音さえ気にかかり、指先に力を抜きます。紙が音を立てるたび、妻の眉間がわずかに震えるのを見たからです。私が丁寧に入れたお茶の香りが今に漂うと、妻は約束でもしていたかのように静かに立ち上がり、ベランダの窓を大きく開け放ちます。冷たい冬の風がリビングに流れ込みます。暖かかったお茶の香りは一瞬にして散り、部屋の温度は急激に下がります。妻はただ換気をしているだけだというでしょうが、私は知っています。その仕草は私の痕跡を、私の体臭を、私の存在そのものを家の中から追い出そうとする巨大な拒絶の意志であることをしょうがない。私は冷めていく湯飲みを両手で包み込み、心の中でこの言葉を何度も繰り返します。この深い忍耐は家族のために捧げた30年への対価にしてはあまりにも冷たく、あまりにも透明なものでした。私は自分の家の中で迷子になってしまったのです。娘の家族が久しぶりに遊びに来るという知らせは、私にとって細い救いの糸のようでした。ようやくインターホンが鳴り、家の中が活気に満たされました。孫の愛くるしさに、今には久しぶりに笑いの花が咲きました。私はその笑い声の傍らで静かに果物を剥きました。皮が切れないよう慎重に自分の心を削るように丹精を込めました。しかしその小さな幸せは
食卓での短い一言によって、ガラス細工のように粉々に砕け散りました。最近、この人、本当に大きな赤ん坊なんだから、年金を食いつぶして、一日中、テレビの前から動かないの。私がいないと、ご飯一杯すら自分で用意できない人なのよ。妻は果物を一口かじり、軽い冗談のように言いました。婿は愛想笑いを浮かべ、お父さんも今はゆっくり休まないと答えましたが、私は見てしまいました。妻の笑顔の裏に隠された鋭いトゲを、そのトゲは正確に私の心臓を射抜いていました。婿と幼い孫の前で、私は一瞬にして無能で役に立たない老人になり下がってしまいました。一生をかけて築き上げてきた私の女児子が年金を食いつぶす大きな赤ん坊という言葉に要約された瞬間でした。娘は気まずそうに笑い、お母さんも言い過ぎだよ。お父さんがどれだけ苦労したと思ってるのと言葉を濁しました。しかし、娘の澄んだ瞳に宿るその憐れみの影を私は見逃しませんでした。私はその憐れみこそが世界で最も耐え難いものでした。いっそ避難される方がましだったかもしれません。哀れに思われること、存在そのものが重荷となって申し訳なさを抱かせること、それは家長として人様に恥じぬよう守り続けてきた私の世間体が音を立てて崩れ落ちる音でした。家族が帰った後の夕暮れ時、リビングは再び静寂に包まれました。妻は食卓を片付けながら、相変わらず忙しそうにしていました。私は食卓の端に腰掛け、勇気を振り絞って、それとなく尋ねましたな。私も今度の友人たちの旅行に一緒に行ってはいけないかな。お前たちがよく行くあの温泉街、私も一度行ってみたいと言っていただろう。妻は手を止め、茶碗を置きました。そして私をじっと見つめました。その眼差しは怒りよりも恐ろしい無関心、あるいは冷ややかな軽蔑に近いものでした。女同士の話にあなたが行ってどうするんですか。あなたには友達もいないの。私は30年間誠実に生きてきましたが、肝心の自分をいたわる方法は学んでいませんでした。組織の中の私は存在しましたが、一人の人間としての私は存在していなかったのです。妻の言う通り、私は友一人残っていない孤立した島でした。家族が去った後のリビングに降り積もる静寂は以前よりもずっと重いものでした。私は食卓の端に一人座り、冷め切ったお茶を飲みました。
苦みが舌の先を伝っていきます。妻はすでに寝室に入り、扉を閉めました。扉の隙間から漏れる細い明かり、以前はその光が安らぎの象徴でしたが、今は越えられない国境線のように見えます。私は考えました。この家はもう私が帰る場所ではなく、ひょっとすると私が去るべき場所になってしまったのではないかと、私の存在そのものが愛する人々にとって迷惑になっているという事実。30年間家族のために献身したという自負が、実は妻や子供たちにとっては目に見えない足かせだったのかもしれないという疑念が私を苛みました。その事実を受け入れる過程は身を切る痛みよりも深く凍えるようなものでした。暗闇の中で私は自分の手を見つめました。節くれ立った指先、薄くなった指紋。この手で私は何を掴んで生きてきたのでしょうか。そして今何を話さなければならないのでしょうか。妻が友人たちと海外旅行へ出発した日、玄関のドアが閉まる音はいつもより長く、余韻を残しました。行ってきます。冷蔵庫に汁物を作っておいたから温めて食べて、家を散らかさないでね。その最後の小言さえ玄関の冷たいタイルに消えていくと、家はようやく私だけの完全な空間になりました。一人残された1週間、それは私にとって祝福ではなく、諸絶な悟りの時間でした。初日、私は妻が用意してくれなかった空の食卓に向かい合いました。冷蔵庫の中は整然と片付いていましたが、それらを組み合わせて一食の食事にする方法を私は知りませんでした。ガスコンロを点ける音が不慣れで、鍋のお湯が沸き上がる様子さえ危うく見えました。ラーメンの水の分量を間違え、伸びきった麺をすすりながら、私は一つの切ない真実に直面しました。妻は私がいなくても十分に輝き、外に出れば誰よりも活気ある太陽のような存在でしたが、私は妻という太陽の後ろで影に潜んで息を殺さなければ形を維持できない抜け殻のような存在だったという事実に、妻が去った家は平穏な安息所ではなく、私がいかに社会的、そして生活的に無能な人間であるかを証明する巨大な鏡となりました。私は誰なのか、その問いが胸の底から熱くこみ上げてきました。30年間公務員として書類を処理し、市民に応対し、上司の機嫌を伺っていたあの男はもういません。残されたのは誰かに濡れ落ち葉と呼ばれ、
妻の掃除機の先にまとわりつく老人だけでした。私は生まれて初めて弁護士事務所の門を叩くことにしました。ビルの森の間に隠されたその場所の空気は重苦しいかと思っていましたが、逆説的にも家の中の空気より暖かく感じられました。相談室のテーブルに置かれた一杯の温かいお茶。弁護士は私の話を黙って聞いてくれました。40年の結婚生活を清算したいというこの老人の唐突な告白にも彼は評価を下しませんでした。ただペンを動かし事実関係を整理していっただけです。離婚なさいますか？その短い問いに私の人生の重みが乗りました。一生かけて集めた財産を半分に分け、毎月振り込まれてい家人金を分割する過程、それは思ったよりも事務的で冷ややかなものでした。書類の上に書かれた数字は私が若さを捧げていた勲章のようなものでしたが、今は私の最後の自由を買うために支払わなければならない通行料のように感じられました。これだけで一人で生きていけるでしょうか。私の力ない問いに弁護士は静かにうなずいて言いました。十分です。華やかではありませんが、少なくとも自分自身の人生を支えるには不足はないでしょう。その夜、私は再び空っぽのリビングに戻りました。妻が帰ってくる前の最後の夜でした。私は丁寧に茶を入れました。妻がいきなりベランダの窓を開けて私の香りを消し去ってしまう心配をしなくていい。ただ私のためだけの一杯です。湯気が立ち上る湯飲みを両手で包み込みました。ぬくもりが手のひらを伝わるとき、私は決心しました。これが私が私自身にしてあげられる唯一の時期であり、40年を共に歩み、私のせいで影の差した人生を送ったかもしれない妻に送る最後の配慮なのだと。私たちはもうお互いの人生において最も美しい大情をプレゼントすべき時が来たのだと。暗闇の中で冷めていく湯飲みはもう寂しくありませんでした。それは新しい朝を待つ穏やかな沈黙でした。旅行から戻った妻は玄関を開けるなり、例の鋭いエネルギーで家を満たしました。スーツケースを荒々しく押し込み、靴を脱ぐ間もなく、彼女の口からは習慣的な小言があふれ出しました。家のありさまは何よ、声。シンクにコップ一つ片付けられないの。洗濯物はまたなんでこんなに溜まってるの。本当にあなたは私がいなきゃ何もできない人ね。普段なら私はすまないね。旅行は楽しかったかいと言いながら
彼女のバッグを受け取っていたでしょう。しかし、その日の私は違いました。私はソファーからゆっくりと立ち上がり、用意しておいた黄色い封筒を静かに食卓の上に置きました。その動作は非常に精巧で落ち着いたものでした。もう終わりにしましょう。私の低い声に妻は言葉を止め、私を凝視しました。彼女の目には困惑と嘲笑が入り混じっていました。何よこれ、今さら何のパフォーマンス。あなたが離婚でも。するっていうの。私は揺らぐことなくうなずきました。そうだ、あなたにとって私はもう消えないリビングのシミに過ぎず、私にとってあなたはあまりにも遠くて手の届かない島になってしまった。お互いがお互いに迷惑をかける生活をここで終わりにしたい。妻は嘲笑を交えて言い放ちました。この年で離婚なんて正気。子供たちに合わせる顔があるの。世間の人になんて言われると思ってるの。あなたが守ろうとしていたあの世間体はどこへ行ったのよ。世間体、その言葉が耳を打ちました。私は一生その言葉の奴隷として生きてきました。しかし今はわかります。他人の目に映る自分より自分の目に映る自分の方が大切だということを子供たちには私から直接話す。世間体よりも大切なのは残りの時間。私がたった1分でも私として息をすることだ。財産分与と年金については弁護士と相談を済ませてある。あなたに決して不利にならないようと唱えたから。あなたもあなたの人生を見つけて欲しい。妻はしばらく言葉を失いました。彼女の目に初めて見知らぬ恐怖の色を見ました。それは私を失う悲しみではなく、自分の統制下から外れていく存在に対する驚愕だったのかもしれません。しかし私はもう揺るぎませんでした。家を去る日、私の荷物はトラック1台を埋めることもありませんでした。40年という長い月日が経った。数個の段ボール箱に収まるのを見て、私は奇妙な虚しさと同時に巨大な解放感を感じました。最後に家を出て玄関の鍵をかけるとき、私は鍵をドアの隙間から中へと押し込みました。もうこの鍵は私のためのものではありません。新しく移り住んだのは都心外苑の古いビル6坪からずの小さなワンルームでした。古い壁が実の匂いと窓から見える隣のビルの壁面がすべての狭い部屋。私は床に薄い布団を1枚敷いて横になりました。天井のシミが見えました。
慣れない天井、慣れない騒音。その時、部屋の静寂を破って、時計の針の音が聞こえてきました。チクタク、チクタク。ところが、不思議なことに、以前の家で私を圧迫していた、あの音ではありませんでした。この狭い部屋で聞こえる秒針の音は、私にもう大丈夫だと。お前は今、お前自身の速度で歩いていると告げてくれる。新しい鼓動のように聞こえたのです。ある朝のことでした。大切にしていた綿のシャツを洗濯。気に入れ、コースを選びました。以前なら妻が買って2分類し、適切な温度で洗ってくれていたことです。しかし、私は洗濯機のボタンの複雑な名称の前でしばらく悩み、結局一番強力なコースを押してしまいました。洗濯機がけた魂、音を立てて止まり、蓋を開けたとき、私は思わず吹き出してしまいました。パリッとしていたシャツがまるで子供服のように縮んでいたのです。そのシャツはもう着られなくなりましたが、その失敗は紛れもなく私のものでした。誰にも咎められない失敗、誰にも説明しなくていい不手際。私はその些細で苦い生活の苦労の中で67年目にして初めて独立という言葉の本当の重さを学びました。自分の人生の失敗を自分で完全に引き受けることができるということを、それがいかに尊厳あることかを知人第一枚のシャツが教えてくれたのです。食事の時間も同様でした。水の加減を間違えて餅のようにべたついたり、逆に生塀のように芯が残ったご飯を噛まなければならない日が続きました。最初は喉が詰まり、箸を置きたくなりましたが、窓際に座って不格好なご飯をよく噛みしめながら、私は思いました。これこそが私が生きている証拠だと。自分の口に入れるもの一つまで自分の意志で決め実行するこの過程こそが、私がそれほどまでに渇望していた主人としての人生なのだと。生活費を補うため、私は家の近くのコンビニで深夜のアルバイトを始めました。一生を公職者として過ごし、誰かの書類を検討、指示を出していた。その手で、今は冷たいビールの缶をスキャンし、客にお釣りを渡します。最初は元公務員という古くて固いプライドが足を引っ張ることもありました。知り合いにでもあったらどうしようと帽子を深くかぶり直すこともありました。しかし夜明けの冷たい空気を切り裂きながらコンビニのレジに立つ時間は逆説的にも
私を再びよみがえらせてくれました。深夜、肩を落として退勤する若者たち、あるいは試験勉強に疲れた学生たちと向き合うたび、私は妙な連帯感を感じたのです。時折、人々は私に広ねたくなるかもしれません。家族もいなく、一人で狭い部屋に住んでいて寂しくないのかと。そうすれば、私は微笑んで答えるでしょう。共にいた時に感じた。ひどくつべて切った孤独よりも、今のこの一人であることの方がずっと豊かで温かいと。家族という名の下でお互いを縛り付け、世間体という見栄の下で息を殺して生きてきた。数えきれない日々、財産は半分になり、生活は名もなき道端の草花のように素朴になりましたが、私の魂は今ようやく晴れやかな定年退職を迎えた気分です。誰かの期待を満たすため、あるいは誰かの迷惑にならないよう必死に耐えてきた我慢の時間を今は喜んで手放しました。その我慢の果てにたどり着いた場所が、たとえ6坪のワンルームであっても、私はここが自分の人生の本当の安息所であることを確信しています。今の私の毎日は朝の穏やかな瞑想で始まり、夜の平和な静寂で終わります。時計の音はもう私をせかしません。むしろ私のゆっくりとした足取りを応援するように穏やかにリズムを刻んでくれます。残りの人生がどれほど長いか、あるいは短いか、私にはわかりません。しかし、今はもうどうでもいい。たとえ一日であっても、完全に自分自身の呼吸を感じ、自分が選んだ道の上で自分らしく息ができるなら、それで十分だからです。湯飲みの中に沈んで幾茶柱のように、私の人生もそのように深く沈潜していくことを願います。この道の終着点で見届ける最後の夕焼けが怖くない。理由は、今ようやく私が私の人生の本当の主人になれたからです。これまで本当にお疲れ様でした。濡れ落ち葉となって地面に張り付いていたあなたの疲れ切った背中を今はもう起こしてあげてもいいのです。風が吹けば吹くままに、日が差せば差すままに、これからはあなただけの季節を生きて行かれることを心より願っております。私の歌はここで終わりますが、私の人生は明日の朝、再び昇る太陽とともに新しく始まるでしょう。静かですが堂々と、一人ですが孤独ではなく、私は私だけの道を歩み続けていきます。
ありがとうございます。そして、私たちすべての新しい始まりを祝福します。視聴者の皆様、夕暮れの中年では、皆様の孤独で、切実な人生の物語を真摯にお届けしようと努めております。皆様の人生にも抑え込んできた感情の火種が再び燃え上がることを心より応援しております。当チャンネルを応援してくださる方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。